皆さん今日もよろしくお願いします。今日は、今はなきもう一度食べたい東京のラーメン屋さん5選ということでやっていこうと思います。どう？なんかね、もういいでしょ？何店舗かもう思い浮かびますよ。いいでしょ？いいこれね、俺やりたかったのよ。昔先輩とよく行ったな。そうでもあそこなくなっちゃったなってありますね。今はないけど、また食べたいなっていうラーメン屋さん5選ね。これね、ここから紹介していくお店の店主の方がもし見られてたらコメントとかもらえたら嬉しいな。欲しがっちゃダメです。そうだな、俺ごときにそんなコメントは絶対いただけないけどまあいいか。まず1軒目から早速行ってみましょう。1軒目、こちらは最後はね、浅草にありました元祖恵比寿ラーメンさんです。知ってるよね？そこ知らない多分ですよ、自分がラーメン屋になる前じゃないですか。ああ、そうかもしんないな。もともと恵比寿の和樹さんの並びにあった恵比寿ラーメンっていうお店なんですよ。で、何らかの理由で恵比寿の店舗は閉店されて、柴田さんという店主が六本木でお店を開いた。六本木？だけどその後、その柴田さんの六本木で開いたお店が浅草に移転されて、最後は浅草でやってらっしゃる。ここのラーメンは何が素晴らしいって、作ってる親父さんの所作、無駄がない。無駄がないし、じっとこう黙って黙々とラーメンを作るんだけど、それを見てるだけでね、俺は心が洗われたね。本当に素晴らしい仕事なさるなっていう感じで、黙々とラーメンを作るんだけど、その最後にさ、メンマを入れるんだけど、メンマをきれいに揃えるんですよ。もうね、俺メンマをね揃えてる姿見た時にね、しびれたね。性格出ますよね。全身に鳥肌が立った。きれいにこうメンマをパシッと、まあね、ラーメンだからいろんな食材が入ってんだけど、こうほのかに生姜が香るねスープで、寸胴に浮いた上の油を使ってるから、その香りがまたたまらないわけよ。別にこうあるわけじゃないから、シュッて取ってスッて入れるからね。その油を使ってるから何とも言えない独特の香り、いろんな食材の香りがついた油を使うからね。最近この手のラーメンって見ないじゃん。見ないですね。大体が別に香り油かなんかをレードルでチンして生きてるってことですよね。そういうこと。だからね、ここはね本当にね、もう一回復活させていただけないかなっていうね。1軒目は浅草に最後ありました、元祖恵比寿ラーメンさんでした。続きまして、2軒目でございますけども、やっぱりね、ここはね、俺の修行時代の味と言っても過言ではない、築地にありました井上さんでございます。井上さん、もう一回食べたいですね。食べたいでしょ。外食い、外立ち食い、外立ち食いたまんないね。俺さ、ネギ置いてあって、そう昔さ、築地にね朝6時から行ってさ、仕入れして、まだ居酒屋時代、全店分ね10軒分ぐらいの食材を仕入れして、いろいろこう持って車に積んで、もう早く終わった時には井上さんに寄って、なんかたまんないっすよね。たまんないね。で、井上さんに行けない時は俺はカレー屋さんにしたの。中江さんですね。中江さん、相掛け。相掛け。いやいや、俺は相掛けして。相掛けじゃない。金子は相掛け。俺は普通にカレーを。千切りキャベツに乗った。千切りキャベツもその初めて食べた時結構感動しましたね。素晴らしいよね。素晴らしい。カレーにキャベツかと。まあ今日は井上さんの話だからいいんだけど、とにかく井上さんにはお世話になったっていうか、なんかこう修行時代を思い出させてくれるねラーメン屋さんなんだけど。うまいっすよね。でも味自体はうまみ調味料多めの味、それはもう隠しもせず堂々ともうバサバサやってたらいいんだけど、もも肉のチャーシューもさ、しっとりしていてさ、ネギに貝割れが混ぜられていい仕事をしていたじゃない。貝割れとかなんか香りがなんかまた箸休めというかいいよね。メンマも美味しかったよ。きちっとしたさ、もう今ある出来合いのメンマ取ってさ入れるだけみたいなんじゃなくて、きちっとメンマもいい仕事してね、ちゃんと作られていたしさ。で本当に火災で亡くなっちゃった時にはさ、寂しかったけど、なんか復活するんじゃないかっていう話もあんまり聞かないから、どうされるのかなと思ってはいるけれども、なんか築地自体もなんかちょっと街の雰囲気が変わっちゃってきてますもんね。
昔の雰囲気良かったっすよね。本当ね、もう豊洲に移っちゃったからね。勢いあって勢いあった。なんかね、朝眠たくても築地に行くとなんか元気になる。わかるね。もうぼーっとしたらターレーに引かれちゃう。ああ、そう危ないからぼーっとしてる暇もない。やっぱ築地に行って俺も若かったでしょ、20歳ぐらいだったから、ちょっとこうなんか築地の人に舐められちゃいけないと思ってさ、ここまでの長靴買ってさ、長めのやつ。いやここになぜか新聞刺して、ここにみんな新聞刺してね、築地の人って。そうなんだ。そうそうそう。その当時は。で雨になると、はい傘は刺さないんです築地、はいエビをさ入れる袋わかる？裏が油紙っていう。ああ、わかるわかるわかる。そうそう、あれを頭にこうかぶって築地の中を歩くっていうのはもう格好をまずやっぱりちょっとこうプロっぽく、そうプロっぽくしないとなんか値段ふっかけられるんじゃないかなと思ってだから俺はその格好をして井上さんを立ち食いを外にした。関係者だよみたいな。俺築地関係者だよみたいな、美味しく作ってよみたいな感じでやってたのね、よく思い出します。ここから入る。そうなるほどここも、まあ、今はなくなってしまったけれども、はいもう一回食べたい一軒だなと思う。ということで2軒目は築地にありました井上さんでございます、続きましてです3軒目でございます、はい。この3軒目はカズさんもよく行ったな、わかるだろ白山方面ですね。う。そうです、はい。白山にありました、はい白山ラーメンさんでございます。あそこなんでなくなっちゃったんですか。俺もなんでなくなっちゃったか知らないんだけど、はいあそこ閉めた後に実は池袋に店舗構えてる。そうただ池袋の店はイートインだったのでちょっとして閉店されてしまったんだけども、はいあそこの良さはさ、夜中にさみんなで行ってそこでもらって外の歩道とかね、そうあの辺でメラミンの食器で夜中寒い中寒いよって言いながら「あーカズ寒い」っていう感じでラーメンを待ち、来たら熱々のさメラミンの丼を持ちながらこう手がこうすする感じがなんか外で食わせる系のお店ってうまさが倍増しますよね。空気ですよ。空気かな。でもやっぱり空気も味のうちだからラーメン。まあそうですよね。そう先輩ずっと言ってますよね。そのうち外で食わせるラーメン屋やりたやいんだ。りたいのよ掘ったて小屋で、それか山の中で4席だけのやってみたいな将来はね。なるほど。そうまあまあそんなところで3軒目ははい白山ラーメンさんです、はい続きまして、はい4軒目でございます、はい先ほどもちらっと話に出てきましたけれども、はい恵比寿にありました、は和樹さんでございます有名でしたよね。ねえ、そうでしょ。多分小学校ぐらいの時に自分の親父がなんでかラーメン好きで家族で和樹さんに2ヶ月に1遍ぐらい行ったんですよ。でお前みたいな金持ちの息子でも始まった家族でラーメンとか食べるんだ。庶民小学生の低学年ぐらいだったんで白金だったもんね。広広だったもんね、カズね。家族で自転車で行くんですよ。なんか悪いやつになっていやる。全然庶民じゃないよね。庶民いや違うんですよ。今の広尾と昔は違って商店街ありますからね。昔は今もある。今はもうなんかセレブな街になってるじゃないですか。でも昔は広尾って言ったら別に下町だったんですよ。そんなもんないよ。なんでなんでも。なんで皆さん、ちゃんもつの数です。俺も幸せだよ、ちゃんもつの後輩持つなんて。そうですよね。なあ、そうですよね。頼むからおごってくれよ、なんか。大変そう。だけど、はい家族で行ってたんだ。そう並んで、うん並び半端じゃないです。すごいよねで、うん小学生だから待てなくて、その思い出がすっごいある。 1000人以上来たからお客さん。そんなに？うん一日？昔は朝の4時とか5時だったんだけど、はい閉店がね、はいいつの間にかね24時間なの。半端じゃないですすごいでしょ。で今ラーメン業界ではトッピングっていうのは普通じゃん、はい。だけどそれをスタンダードにしたのが和樹さんと言っても過言ではない。でもオーダーとか素晴らしかったですよね。なんか一人の人が多分全部聞いてって覚えて確かオーダー通してました。でやっぱりあそこの特徴は丼が大きかったね。覚えてる？丼が大きめでさ、出汁が効いててさ、背脂が乗った細麺ね、美味しかったよね。いやー食べたいね。背脂系にしては本当品のあるラーメンだった。ここはねやっぱりね今はないけど食べたいね、食べたいですね。入れたかったなということで、食4軒目は恵比寿にありました、はい和樹さんでございました、そしてですね、はい5軒目は土佐っ子さんでございます。環七ラーメンといえば土佐っ子さんそうですね。でしょ。
ここはさまずもう大行列したじゃん、カンナラでもね。でもう路中もすごかったしさ、もう大行列して真後ろで待たれるんだよね。あれもちょっと俺はプレッシャーだったんだけど、まだ若かったから。嫌いっすよね先輩そういうの。いや今は全然平気、俺食べるの早いから、はい、だけど当時はまだ食べるのが遅かったから、はい、早く食べなきゃっていうプレッシャーとともに戦ってた感じだった。あそこさ昔ラーメンをいっぺんに17杯ずつぐらい作ってるわけ。半端じゃないでしょ。背脂を振るあの姿がもう圧巻だったじゃん。あれすごかったっすね。すごかったでしょ。あそこは屋台からの流れだからな、土佐子さんは。だからやっぱりさ上はさ油がすごいわけよ、だから、冷めないようにっていうのもあるから、だから下にさタレが沈んじゃってるわけだから、一回ひっくり返してね、なんか麺の色が変わってますね。そうひっくり返して食べるっていうね。実は、あそこで当時働いてた方がちょっとね別のところでやってるっていう噂もあるから、ちょっとそこもね今度ぜひ行ってみたいなと思う。でも俺今言った5軒以外にもまだまだ復活していただきたいラーメン屋さんって実はあるの、いっぱい。だから今後もちょっとこのシリーズは紹介していきたいなと。今はなきただ食いたいぞって。そう、これを聞いたから何になるんだっていう視聴者の方はいっぱいいらっしゃると思うけど、皆さんねこうやって一緒に話しながら懐かしみながら、俺も言ってたよみたいな青春の味を思い出して、青春の味、そうまさに白山ラーメンさんとかそうでしょ、青春の味っすよね。青春の味ということでね、本日は今はなきもう一度食べたい東京のラーメン屋5選ということでやってみましたけれども、ここまで見ていただきましてですね、ぜひ参考になったとか面白かったっていう方は高評価コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。本日もどうもありがとうございました。よい朝ということで、面白かったり参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。